ある恋愛小説。あるは恋愛は至上なり。芥川龍之介。ある婦人雑誌社の面会室。主筆、でっぷり太った40前後の紳士。堀川康吉。主筆の太っているだけに痩せた上にも痩せて見える30前後のちょっと一口には形容できないが、とにかく紳士と呼ぶには躊躇することだけは事実である。主筆。今度は一つうちの雑誌に小説を書いてはいただけないでしょうか。どうもこの頃は読者も高級になっていますし、在来の恋愛小説には満足しないようになっていますから、もっと深い人間性に根ざした真面目な恋愛小説を書いていただきたいのです。安吉。それは書きますよ。実はこの頃婦人雑誌に書きたいと思っている小説があるのです。そうですか。それは結構です。もし書いていただければ大いに新聞に広告しますよ。堀川氏の筆になれる愛縁極まりなき恋愛小説とかなんとか広告しますよ。愛縁極まりなき。しかし僕の小説は恋愛は至上なりというのですよ。すると恋愛の賛美ですね。それはいよいよ結構です。栗屋川博士の近代恋愛論以来、一般に青年男女の心は恋愛至上主義に傾いていますから、もちろん近代的恋愛でしょうね。さあ、それは疑問ですね。近代的会議とか、近代的盗賊とか、近代的白髪染めとか、そういうものは確かに存在するでしょう。しかしどうも恋愛だけはイザナギイザナミの昔以来あまり変わらないように思いますが、それは理論の上だけですよ。例えば三角関係などは近代的恋愛の一例ですからね。少なくとも日本の現状では。ああ、三角関係ですか。それは僕の小説にも三角関係は出てくるのです。ざっと筋を話してみましょうか。そうしていただければ好都合です。主人公は若い奥さんなんです。外交官の夫人なんです。もちろん東京の山の手の邸宅に住んでいるのですね。背のすらりとした物腰の優しい、いつも髪は、一体読者の要求するのはどういう髪に言った主人公ですか。耳隠しでしょう。じゃあ耳隠しにしましょう。いつも髪を耳隠しに言った色の白い目のさえざいしたちょっと唇に癖のある、まあ活動写真にすれば栗島澄子の役どころなのです。夫の外交官も新時代の法学士ですから、新派悲劇じみた分からずやじゃありません。学生時代にはベースボールの選手だった。その上道楽に小説くらいは見る色の浅黒い講談師なのです。新婚の二人は幸福に山の手の邸宅に暮らしている。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。もちろん震災前でしょうね。ええ、震災のずっと前です。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。あるいはまた西洋魔の伝統の下に無言の微笑ばかり交わすこともある。主人公はこの西洋魔を私たちの巣と名付けている。壁にはルノアールやセザンヌの複製なども飾っている。ピアノも黒い銅を光らせている。鉢植えのヤシも葉を垂らしている。というと多少気が利いていますが、家賃は案外安いのですよ。そういう説明はいらないでしょう。少なくとも小説の本文には。いや、必要ですよ。
若い外交官の月給などはたかの知れたものですからね。じゃあ家族の息子に押しなさい。もっとも家族ならば伯爵か子爵ですね。どういうものか公爵や公爵はあまり小説には出てこないようです。それは伯爵の息子でも構いません。とにかく西洋馬さえあればいいのです。その西洋馬か銀座通りか音楽会かを第1回にするのですから。しかし太鼓は、これは上主人公の名前ですよ。音楽家の達夫と懇意になった以後、次第にある不安を感じ出すのです。達夫は太鼓を愛している。そう上主人公は直覚するのですね。のみならず、この不安は一日増しにだんだん高まるばかりなのです。達夫はどういう男なのですか？達夫は音楽の天才です。ローランの書いたジャン・クリストフとワッセルマンの書いたダニエル・ノートハフトとを一丸にしたような天才です。が、まだ貧乏だったり、何かをするために誰かに認められていないのですがね。これは僕の友人の音楽家をモデルにするつもりです。もっとも僕の友人は美男ですが、達夫は美男じゃありません。顔は一見ゴリラに似た東北生まれの野蛮人なのです。しかし目だけは天才らしいひらめきを持っているのですよ。彼の目は一階の炭火のように普段の熱をはらんでいる。そういう目をしているのですよ。天才はきっと受けましょう。しかし妙子は外交官の夫に不足のあるわけではないのです。いや、むしろ前よりも熱烈に夫を愛しているのです。夫もまた妙子を信じている。これは言うまでもないことでしょう。そのため妙子の苦しみは一層募るばかりなのです。つまり私の近代的というのはそういう恋愛のことですよ。達夫はまた毎日電灯さえつけば必ず西洋間へ顔を出すのです。それも夫のいる時ならまだしも苦労はないのですが、妙子の一人留守をしている時にもやはり顔を出すのでしょう。妙子はやむを得ずそういう時にはピアノばかり弾かせるのです。もっとも夫のいる時でも達夫は大抵ピアノの前へ座らないことはないのですが、そのうち恋愛に陥るのですか？いや、容易には陥らないのです。しかしある2月の晩、達夫は急にシューベルトのシルビアに寄する歌を弾き始めるのです。あの流れる炎のように情熱のこもった歌ですね。妙子は大きいヤシの葉の下にじっと耳を傾けている。そのうちにだんだん達夫に対する彼女の愛を感じ始める。同時にまた目の前へ浮かび上がった金色の誘惑を感じ始める。もう5分、いや、もう1分経ちさえすれば、妙子は達夫の飼い名の中へ体を投げ込んでいたかもしれません。そこへ、ちょうどその曲の終わりかかったところへ、幸い主人が帰ってくるのです。それから1週間ばかり経った後、妙子はとうとう苦しさに耐えかね、自殺をしようと決心するのです。が、ちょうど妊娠しているためにそれを断行する勇気がありません。そこで達夫に愛されていることをすっかり夫に打ち明けるのです。もっとも夫を苦しめないように彼女も達夫を愛していることだけは告白せずにしまうのですが、それから決闘にでもなるのですか？いや、ただ夫は達夫の来た時に冷ややかに訪問を謝絶するのです。達夫は黙念と唇を噛んだままピアノばかり見つめている。妙子は戸の外に佇んだなりじっと忍び泣きをこらえている。その後二月と経たないうちに突然感銘を受けた夫は信濃繁華王の領事館へ赴任することになるのです。
妙子も一緒に行くのですか？もちろん一緒に行くのです。しかし妙子は立つ前に達夫へ手紙をやるのです。あなたの心には同情するが、私にはどうすることもできない。お互いに運命だと諦めましょう。大体そういう意味ですがね。それ以来妙子は今日までずっと達夫に会わないのです。じゃあ小説はそれきりですね。いや、もう少し残っているのです。妙子は繁華へ行った後も時々達夫を思い出すのですね。のみならずしまいには夫よりも実は達夫を愛していたと考えるようになるのですね。いいですか？妙子を囲んでいるのは寂しい繁華の風景ですよ。唐の最古の詩に聖戦歴々寛容樹放送聖々オウム衆と歌われたことのある風景ですよ。妙子はとうとうもう一度1年ばかり経った後ですが、達夫へ手紙をやるのです。私はあなたを愛していた。今でもあなたを愛している。どうか自らを欺いていた私をかわいそうに思ってください。そういう意味の手紙をやるのです。その手紙を受け取った達夫は早速市内へ出かけるのでしょ。到底そんなことはできません。何しろ達夫は飯を食うために浅草のある活動写真館のピアノを弾いているのですから。それは少し殺風景ですね。殺風景でも仕方ありませんよ。達夫はバスへのカフェのテーブルに妙子の手紙の封を切るのです。窓の外の空は雨になっている。達夫は放心したようにじっと手紙を見つめている。なんだかその行の間に妙子の西洋間が見えるような気がする。ピアノの蓋に伝統の映った私たちの巣が見えるような気がする。ちょっと物足りない気もしますが、とにかく近代の傑作ですよ。ぜひそれを書いてください。実はもう少しあるのですが。おや、まだおしまいじゃないのですか？ええ。そのうちに達夫は笑い出すのです。と思うとまた忌々しそうに畜生などと怒鳴り出すのです。はは、発狂したのですね。何、バカバカしさに業を煮やしたのです。それは業を煮やすはずでしょう。元来達夫は妙子などを少しも愛したことはないのですから。しかしそれじゃあ。達夫はただ妙子の家へピアノを弾きたさに行ったのですよ。いわばピアノを愛しただけなのです。何しろ貧しい達夫にはピアノを買う金などはないはずですからね。ですがね、堀川さん。しかし活動写真館のピアノでも弾いていられた頃はまだしも達夫には幸福だったのです。達夫はこの間の震災以来巡査になっているのですよ。護憲運動のあった時などは善良なる東京市民のために袋叩きにされているのですよ。ただ山の手の巡回中、まれにピアノの音でもすると、その家の外に佇んだまま儚い幸福を夢見ているのですよ。それじゃあせっかくの小説は。まあお聞きなさい。妙子はその間も繁華の住まいに相変わらず達夫を思っているのです。いや、繁華ばかりじゃありません。外交官の夫の転任するたびに上海だの北京だの天津だのへ一時の住まいを移しながら相変わらず達夫を思っているのです。もちろんもう震災の頃には大勢の子持ちになっているのですよ。えーっと年後に双子を産んだものですから4人の子持ちになっているのですよ。おまけにまた夫はいつの間にか大酒飲みになっているのですよ。それも豚のように太った妙子は本当に彼女と愛し合ったものは達夫だけだったと思っているのですね。恋愛は実際至上なりですね。さもなければ到底妙子のように幸福になれるはずもありません。少なくとも人生のぬかるみを
憎まずにいることはできないでしょう。どうですこういう小説は。堀川さん、あなたは一体真面目なのですか？ええ、もちろん真面目です。世間の恋愛小説をご覧なさい。上主人公はマリアでなければクレオパトラじゃありませんか？しかし、人生の上主人公は必ずしも定女じゃないと同時に、必ずしもまた陰婦でもないのです。もし人のいい読者の中に一人でもああいう小説を真に受ける男女があってごらんなさい。もっとも恋愛の円満に成就した場合は別問題ですが、万一失恋でもした日には必ずバカバカしい自己犠牲をするか、さもなければもっとバカバカしい復讐的精神を発揮しますよ。しかもそれを当事者自身は何か英雄的行為のようにうぬぼれきってするのですからね。けれども私の小説には少しもそういう悪影響を普及する傾向はありません。おまけに結末は上主人公の幸福を賛美しているのです。冗談でしょう。とにかくうちの雑誌には到底それは載せられません。そうですか？じゃあどこか他へ載せてもらいます。広い世の中には一つくらい私の主張を入れてくれる婦人雑誌もあるはずですから。安吉の予想の誤らなかった証拠はこの対話のここに載ったことである。大正13年3月。おしまい。